今日は9月の18日の、金曜日です。今ですね、バイトンですね、バイキンですね、行ってます。今ランチタイムなんで人はすごいですね。この辺ですね、もともと工業地帯なんです。工場がビルの中に工場があってですね、でそこで今オフィスになってると思うんですけど、そこで働いてる人が非常に多いです。こっちが工場群ですね。右側も工場群プラス、住むとこですよね。この辺アパートがたくさんあります。今ですね、ちょっと仕事があってですね、今からその仕事の場所に向かっています。だいたい14分って書いてます。ですね、この辺に会社多いです。事務所が安いので、香港はですね、工業ビルっていうのがあって、もともと工場やってたんで、床がしっかりしてるんですね。なので重量かけても全然へっちゃらという感じですね。はい。そういうもともと機械とか据えてきたところなんで、そういうところはやっぱり面積も多いんですよ。ただ今はもう分割してるところも多いんですけどね。それと商業ビルっていうのがあってですね、商業ビルとですね工業ビルの家賃の違いがです大体倍ぐらいあるんですね。なので小さめのですね工業ビルに入ると家賃がすごく安くて済むということですね。この辺ですね、今どれぐらいするのかな。1スクエアフィートあたり工業ビルで10ドルぐらいするんですかね。昔はね5ドルとかねそういうのであったんですけど、1スクエアフィートですから10スクエアフィートで1平米ぐらいですから日本円に考えたら高いですよね。10倍としてなんぼや、例えば10ドルとして100ドルですね。1平米100ドル、それでもなんか1400円か1300円か1300円1平米でしょ。100平米で13万、そんなもんですよね。それが工業ビルです。商業ビルのその倍ぐらいですね。でプラスそれにですね今度は商業地区ですよね。例えばチムサーチュイとかモンコクとかだったらもっとすごい高いです。セントラルなんかもっと高いです。そんな感じで家賃も高いですけど、当然商業地域も限られてくる。もっと商業地域の方が家よりも少ないんで、はい。私が昔借りてたところはだいたい1200、最後に書いた1200スクエアフィートかな。だいたい家賃が50万ぐらいでしたね。その前に借りたところ3000スクエアフィートぐらいあったんかな。なのでもっと高かったです。今バイフォンの辺まで来ました。もうちょっと歩かないといけないですね。さあ今日もね朝からね大雨でした。でも来るのやめようか、バス乗っててすごい雨になったんでもう降りるのやめようかなとか思ってましたけど、
さっきもちょこっとねご飯食べたってたんですけどね、今やめました。ちょっと暑くなってきました。まだ9月の18ですか今日、まだあと1ヶ月半ぐらい暑いのは続きますから、それでもこの毎日の暑さの中でですね、だんだん過ごしやすくなってきます。で、短い秋はほんと短いですね。短いかな。冬はもっと短いですけどね。冬は1週間ぐらいしかないですけどね。でもこっちの人にとっては少し寒いのもむちゃくちゃ寒いんで、我々と違って上行きましょう。ようわからんけど、こっちの人は本当、僕がまだちょうど長袖着出そうかなと思った時にボタンジャケットとか着てる人いますからね。寒い連発してます。寒いんです。暖房ないとこですから寒いんですけどね、そんなむちゃくちゃダウンジャケットがいる日は多分1年間1週間もないでしょ。絶対この人らロシアとか行かねえわといつも思ってるんですけどね。どこ行くんや。向こうから行こう。これ工場群ですね。今ね、工場ビルを取り壊してあんな綺麗なね商業ビルに変えてってるんですよね。工場ビルの頑丈なんですよ。ただ殺風景でだいぶ年月経っているので古いです。なんか重厚ですよね。エレベーターもでかいし、何だっけ、作業のリフトなんかもエレベーター積めますし、すごく便利なんですけどね。なんかもう太陽がギラギラしてきそうです。ほんでどうすんのや。ほんでどうすんの。上行ったらへんか。暑っ。めっちゃ暑い。そうか、これ渡っている。久しぶりに見ましたね。ここむちゃくちゃきれいになってんね。すごいね。これは開墾ですね。きれいな。電気なんか入って、で通路を渡って向こう側に行きたいと思います。